フィルコレニュース。ダイアテック株式会社、閉業、第2報。ダイアテックの執念、フィルコのこれから。前回、速報として、フィルコブランドを擁するダイアテック株式会社が突如として閉業したニュースをお伝えしました。この時点ではフィルコブランドが今後どうなってしまうのか、先が見えない状況となっていましたが、少しずつこの先の状況が見えてきましたのでお伝えします。4月24日、ダイアテックが4月22日に閉業していたという事実が突如明らかになり、販売店やユーザーの間で動揺が広がりました。ダイアテックからのリリースには、閉業の事実が淡々と記載されているのみであり、ユーザーサポートや今後の販売に関する情報が一切なかったからです。そんな中、4月27日、事態は大きく動きます。台湾のフェルトが運営するフィルコ台湾のウェブサイトからフィルコユーザーへの手紙と題した声明が発表されます。一部を抜粋すると、日本のダイアテックは運営を継続できなくなりましたが、これまで舞台裏で製造を担ってきた台湾共栄フェルトがフィルコユーザーを支える重責を引き継ぐこととなりました。今後も私たちは修理や販売のサポートを継続し、皆様の手元にある大切な一本一本のフィルコキーボードを守るために全力を尽くします。これまで製造と台湾市場におけるダイアテックの代理店、販売パートナーという立場であったフェルトがフィルコブランドを引き継ぐという内容です。フィルコのメカニカルキーボードは長年メイドイン台湾となっており、それはマジェスタッチシリーズにおいても変わっていません。少なくともマジェスタッチについては初期の頃からフェルトが製造に関わってきたものと推測します。つまり、フェルトは現在のフィルコやマジェスタッチに関する多くのノウハウを持っており、ダイアテックとの間で厚い信頼関係を構築していたものと思われます。そのような経緯から、今後のフィルコ製品に関する企画、製造、販売、そして設計などに関わる知的財産の権利について、ダイアテックから譲渡されたのであろうと推測します。そして3日後の4月30日、ダイアテックが破産手続きの開始決定を受けることになります。通常、破産手続きに入ると、設計などの知的財産は破産管財人によって差し押さえの対象になります。仮に競売などの対象になってしまえば、誰の手に渡るかはわからなくなります。そこでダイアテックは閉業する前に、長年連れ添ったパートナーであるフェルトに事業を譲渡し、その全てを託したのではないでしょうか。ただ、事業を他社に譲渡するとなった場合、数日でそれを実現することは到底現実的ではありません。今回、ダイアテックの閉業から週末を含めわずか5日ほどで今回の発表が行われていることから、閉業前の早い段階からダイアテックとフェルトとの間で事業譲渡の準備を進めていたと考えるのが自然でしょう。これはウプ主の感情的な想像でしかありませんが、ダイアテックは自らの運命を悟った上で、フィルコというブランドを守り、未来に残すため、最後の時に向かって、執念深く、周到に準備を進めていたのであろうと推測します。フェルトの声明には、日本を含め、台湾以外でのフィルコ製品の扱いがどうなるのかについて、具体的な言及はありませんでした。しかし、台湾のテック系メディア、クール 3C の取材により、フェルトが今後のフィルコのグローバルにおける運営を引き継ぐことが確認された。ダイアテックが世界中に持っていた販売ネットワーク、各国の代理店についても、すでにフェルトと連絡を取り合い、今後の対応について協議を進めている。ただし、現在はグローバルでのサービス体制を再構築している段階であるため、台湾以外のフィルコファンはもう少し待つ必要がある。フィルコの象徴でもある工房、キーボード工房のカスタムシリーズについては、現在協力会社と調整中であるが、論理的に考えれば今後もサービスが提供される見通しである、と報じられています。したがって、今は台湾以外でフィルコのサポートや販売を行うことができないものの、グローバルでのサービス体制の再構築ができれば、新たな体制のもとに、台湾以外の国でもフィルコ製品の販売、サポートが再開される方向であるということのようです。この記事の信憑性について、
現時点では何とも言えないところではありますが、ウプ主がインドのフィルコ正規代理店であるスタックス KB とやり取りをしていた際、4月25日の時点ですでにダイヤテックがサポートのための新しい連絡先情報を提供してくれたと述べています。つまりこの時点でダイヤテックサイドから今後の引き継ぎに関する何らかの通達があった可能性が伺えます。だとすればフェルトの事業引き継ぎに関する声明はダイヤテックとの合意を経て発信されていると考えても差し支えなく、同時にグローバルでの販売体制の再構築に向けた協議が行われていることも可能性としては十分にあり得ると考えます。しかし、もともと代理店が存在する他の国と日本では少し状況が異なります。他の国の代理店としては、従来ダイヤテックと契約を結び、ダイヤテックからフィルコ製品を仕入れていたものを、新たにフェルトと代理店契約を締結することによって、フェルトからフィルコ製品を仕入れる形に変わることになります。一方で、日本の場合、ダイヤテックがこの立ち位置にありましたが、すでに事業を停止しています。フェルトは日本市場における直接的な販路を持っていないものと思われますので、通常であれば、新たにフェルトの代理店、窓口となる事業者が必要になるはずです。しかし、それに関してはまだ情報がないというのが今の状況です。これまでフィルコ製品を取り扱ってきた販売店や量販店に対し、販路をスムーズに再構築するためには、すでに販売店や問屋との間に取引口座があるような企業が入ってくれることが理想であると個人的には思いますが、今後どのようになっていくのかはまだわからない状況です。この情報については引き続きウォッチしていきたいと思います。このチャンネルでは、ウプ主が所有する100台以上のフィルコのコレクションから、様々な機種を紹介していきますので、チャンネル登録やいいね、X のフォローなど、ぜひぜひお願いいたします。ここまでのご視聴、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお目にかかりましょう。以上、フィルコレニュースでした。